言わせてください。会いに来てくれた方の中の多くの方からは、こういうことがよく繰り返しのこういうパターンがありました。スティーブさん、はじめまして。いつも見てます。スティーブさん、最近スティーブさんが言ってることが100%賛成しています。100%私は同意ですと。車のことではありません。その意味は。車のことじゃなくて、最近、こういうレポート、アメリカで起きていること、日本も起きていること、我々は国民として自分たちの国を見て一体どうなっているのか、これからの世代、子供たちにどういう国を残すのか、どういう国になるのか、我々は国民として、アメリカ人の国民、日本人の国民として自分たちの国を取り戻さなきゃいけないなっていう、小さな声で言ってくれた方が多いんだけど、ものすごくいますよ。ものすごく、たった一人の外国人で日本でいろんな人に会ってる中で、わざわざそれ言いに来てくれた方が多く、ちっちゃい声だったんだけど、もっと大きな声で頑張って言えるように、言わなきゃいけないことがいろいろある常識のことを言わないと、これからの日本、これからのアメリカ、これから今まで通りというのはもうよろしくない。どんだけ詐欺があるのか、どんだけディープステート、DS がディープなのか、というのをまだ分かってない人がいる中で、分かってきた、見えてきた、勇気ができて言えるようになった人がどんどん増えてると感じました。いや、日本ではね、これなかなか難しいんですよね。言いにくいって。といろんな方に言われながら、確かに分かるんですが、たった3年、4年ぐらい前までアメリカ国内でもトランプのこととかって言うだけで叩かれたり、ね、嫌な顔されたりとか、ね、もう、あんたはいらないよ、狂ってるよ、差別、ヘイト、どうの、このとかって言われたことが多い時があって、もう言いたくもうめんどくせえって言えない。しかし、あまりにも起きていること、あまりにも政府が汚いっていうこと、あまりにも汚いことがありすぎて、言わなきゃ、何年後に振り返って、その時言えばよかったなっていうのもう遅いんじゃないですか。それはもう遅いから今のうちに本当に我々、アメリカ人、日本人、これですね。これも新商品。の国民として自分たちの国を取り戻すことがもう今なんですよ。今だと私は思っているし、会いに来てくれた方の中を思ってる人が多い。で、どんどん、スティーブからもね、スティーブの動画を見て知らないことが多くて、本当にもう知らせてくれてありがとうと、そして勇気をくれて自分も言えるようになった。自分の周りの人たちは信じないんだけど、私はよく分かって目が開いて、もう常識持って、もう見えてるので、もっともっとこれから自分たちの国、これからのために、言わなきゃいけないことがものすごく多いことがあります。あなただけじゃないですよ。心配しているのは。あなただけじゃない、ちょっと言いづらいのは。あなただけじゃないですよ。ちょっとでもちっちゃい声で言えるようになったのはいっぱいいます。いっぱいいます。私も今回の、会った日本人からも私も勇気もらいました。日本人もう辛い環境の中で、言いにくい環境の中で、いろいろ叩かれながらという環境の中で言えるようになった人が増えたことも、私自身スティーブも日本とアメリカも大好きなスティーブとしてもっと頑張らなきゃいけないなってで私は強く今回感じさせられました。もういいことでしたね。本当に、私たちの国を国民として取り戻したいという気持ちは私にもあるし、日本人の多くの今回会った人の中にいっぱいいるということも強く今回感じました。これはスーパーボールですよね。スーパーボールの時にトランプに大きな拍手とともにテイラー・スウィフトへのブーイング。アメリカが変わってきてるんですよ。革命が起きてますよ。今、本当に気持ちいいこと。もうアメリカ人としてプライドは再びがある。もともとあるんですよ。あったんだけど、もっとプライドは感じてます。もっと自分の周りに同じように、もう怖くない、もう自分を言えるようになった、もうアメリカファースト、アメリカを強くしなきゃ、アメリカのためにっていう、なんていうのかな、
気持ちいいんです。同じ頭を持ってるアメリカ人だけじゃなくて日本人がいるっていうことも、これ気持ちいいことなんですよね。我々は一人一人今までちょっと言えない、怖い、もう何怒られるというところが怖くないです。言わなきゃいけないことがあります。常識というのはある。もう理想という、もう常識がどっかに消えてしまったこと、常識が戻ってきてます。我々はもう常識を持って政府など政治家を責任取らせて自分たちの国なんだから我々はボス。税金を払っている側として我々はボス。我々はトップ。彼らが政府公務員などが我々のために働いてくれてるはずなので、それいつの間にか逆になったことなのを元に戻しましょう。国民よりの大統領とかっていうことが当たり前じゃないでしょうか。こういう大統領も欲しい。こういう大統領を見ると、もうアメリカ人のために頑張ってくれてるな。我々も国民として頑張ることにもっと頑張らなきゃ、ちょっと我慢しなきゃいけない部分はあるんだけど、頑張ることに価値がある。将来がもっと明るい将来とこれから先が見えてきていることがありがたいことですよね。この風、この影響、日本でもさ、よく昔から言われているんですよね。アメリカはくしゃみすると日本風邪ひくとかって、そういう言葉ありますよね。アメリカはね、今、風邪が治ったんだけど、元気になったこと、その元気になった気持ち、元気になったこの再び偉大な国を作るという革命が日本に流れて、それ感染してください。変な意味でね。日本国民も自分たちなりの力にしてください。アメリカもできるなら日本もできる。アメリカでもできるなら日本でもできる。もちろん環境が違う、やりづらい、大変だっていうのを分かる。けど、私今言ってること、思ってること、私に会いに来てくれた日本人から言われたことで、正直にもう信じてくださいよ。嘘つく、何のプラスにないことなので、同じ頭持ってる人、同じ心配抱えてる人、同じもう国のために何が自分でできるのかって思ってる、心配してる人がものすごく多いことを信じてください。日本人の中だよ。アメリカ人の中も。でもそういう人がいっぱいいることを信じて自分もいつか言えるようになります。勇気をもらって私からでも誰からでも言わなきゃいけないこと、当たり前な常識なことをどんどん言ってください。今度はね、スティーブさんありがとうございます、賛成してるんじゃなくて、スティーブさんもうね、国のために私頑張ってきたよ。国のためにもうこれね、私ちゃんと選挙でちゃんと投票したよ。いいリーダーシップ選んだよ。政府の汚い政府も責任取らしたよとかって、政府の汚いことを我々が上げた声でもう動いてることで、どんどん汚いことが見えてきている。もっと目が覚めた日本人が増えたっていう。言葉を今度聞くのがすごい楽しみにしています。一つ言っときます。スティーブと同じこと、スティーブの考え方に賛成している、全く同じだって言ってくれた人の中が、これもともと車関連のチャンネルとして、男性が本当に多いんですよね。男性と女性の率は多分95%は男性に5%、6%の女性が見てくれたかどうかっていうぐらいのレベルだったのは最近変わってきましたよね。一人で会いに来てくれた女性の方がものすごく多かったんですよね。みんなはね、車、好きな人も一部もいたんだけど、どちらかといえば日本のことを心配してます。スティーブさん、日本のこともいつもよくもう言ってくれてありがとうございます。スティーブさん、日本を愛してくれてありがとうございます。スティーブさん、自分たちも本当もっと言わなきゃ、もっと強くならなきゃって言ってくれた女性、男性ももちろんいるんだけど、今までこんなに女性が増えたなと思って、ファンの中ではと思って、心配してる、やっぱりお母さんたち。お母さんとして、自分の子供を守らなきゃいけないことがお母さんにその気持ちがあるんですよね。心配していることは残念でありながら心配するべきですよ。スティーブから勇気をもらって自分も周りにも言えるようになったと。今まだ小さな声なんだけど少しずつ声を上げていくことが大切です。めでたいさんはその中の一人です。
頑張らなきゃいけない次第です。あなたは一人じゃないことを頭に入れてください。自分たちの国を取り戻しましょう。平和的に、正しいやり方でもう今までのことがもう許せないことになります。取り戻しましょう。これからのため、今のため、我々はもっと楽しくできるように、もっとプライドがあるように、次の世代のためにも、子供たちのため、子供たちがいなくても関係ないんで、国のために、自分の文化、伝統のすべてのために、常識持って、ジャパンファースト、アメリカファーストという頭でやっていきましょう。私はできる限り、私はもうこの立場でできることだけをやらせていただきたいと思います。見てくださっている方の中でチャンネル登録を本当にしていただければありがたいことでございます。これから動画、もちろん車の動画もどんどん続けてやっていきます。車に興味のないこの内容を見てくれる方もいるのでご理解ください。車大好きなおっちゃんです。車に興味がなくても一つ信じてください。車好き、日本人で日本車好き、車好きの中で愛国心を持っている人、国のラブも持っている人がものすごく多いです。ほとんどの人はそうだと思います。100% と言えないかもしれないんだけど、私は知り合った人たちの中で、車好きの中も自分の国好き、自分の国の旗を振るのことには何の恥ずかしいことはない。それはアメリカと日本の国境を越える一つの共通点であることなので、車の動画面白いですよ。たまに見てみてください。